時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おそらく3日前ぐらいにトイレ掃除やりました。フォーリミテッドサザビースベースボーカルのゲンです。そして皆さんこんばんは。小学生の時一番トイレ掃除頑張ってましたハクのギターボーカルアイです。皆さんこんばんは。1年前ぐらいに大晦日にトイレ掃除をやりましたハクのドラムのまゆです。はい、本日はハクからお二人が来てくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日11月10日は EETO トイレかの語呂合わせによって1986年11月の10日日本トイレ協会によって、そんな協会があるんですね。まずね、どんな活動してんだろうね。トイレ協会によって制定されました。浄化槽設備の普及拡大や、公衆トイレの環境設備の啓蒙が目的だそうです。ハクのお二人というか、まあね、皆さんは今年からでも初めて会ったのは今年ですね。ビバラかな。ビバラで初めてお会いして、はい、その時に話してくれて、で僕もハク音はチェックしててめちゃくちゃ好きだったんで、実は我々のツアーにも誘っていただいてるんですけど、ちょっと僕の体調の都合で延期となりまして、11月の29日ですね。はい、はい、いい肉の日にハクと対バンすることが決まっております。楽しみだ。はい、こういったラジオ出演とかはこの愛さん、まゆさんお二人で来ることが多いんですか？いや珍しいです。すごいハモった。めちゃくちゃ珍しい。どういう組み合わせが多いんですか？だいたい私とベースのカノ。カノさん、確かに彼女一番すごい喋るイメージありますね。関西人だなと思いましたもんね。そうですね、喋ってて一番関西人。はいはい、今日はねお二人でお届けということでいろんなお話を聞いていこうと思っております。では今夜の一発目はこの曲からです。じゃあ愛さん、曲紹介お願いします。はい、それでは一曲お聴きください。ハクで夢中猫。お届けしたのはハクで夢中猫でした。めっちゃいいじゃん。ありがとうございます。いやもうね、ハクに関しては俺ってやっぱね普通にファンなんだよね。嬉しい。この、歌だったりワードチョイスもさることながら、毎回俺ねやっぱイントロでちゃんと心つかまれるんだよね。ビート感とそのギターのフレージング、この辺は何がルーツなんだろうっていうのでちょっと掘り下げていきたいなと思っております。ハクは大阪のバンドだよね。はい。皆さん今おいくつなんでしょうか？23の年です、ね。若い、だから去年とかまでひょっとして学生してたってことですか？おととしおととしか。まで学生してました。専門学生。専門か。はい。みんな同じ専門だったんですか？はい。なるほど、そこで出会ってってこと？そうなんです。なんかさ、いや、ここめちゃくちゃ俺の勝手なイメージね。はい。京都のバンドな感じがするんだよね。なんでやろう。どういう感じ？なんだろうな。ホームカミングスとか、なんかさ、京都って俺すごい好きなバンド多いんだけど、イエイエちゃんとかさ、大阪のバンドでこういうバンドっていたんだみたいな感じがしてて、めちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。あれ9月は何ですかこれ、カナダ行ってたんですか？はい。10日間してまいりました。すごい、海外でも話題になっておりますけど、はい、じゃあメッセージの紹介させてください。ラジオネームアコピさん。ゲンさん、ハクの皆さん、こんばんは。今月末奈良の対バンとても楽しみにしております。小学校の修学旅行ぶりに奈良に行くのですが、関西出身の皆さんがおすすめの奈良のスポットがあれば知りたいですと。はい。まあ二人は大阪だけど、今も在住。はい。まあ奈良とかね、やっぱ大阪の方下に見てると思うので、行くこともないとは思うんですけど、奈良のおすすめスポットってなんだろう？奈良スポ。その村スポみたいに言われて。やっぱ奈良公園かな。奈良公園かな。鹿に触れ合える。確かに。奈良に限らずなんか関西のおすすめのスポットとかありますか？前はでも京都よく行くよね。京都のラーメン屋さんが美味しくて、読み方わからんけど、なんか、優しいに光って書いて、優しいに光。はい。すごい美味しい魚介系のラーメン屋さんです。なんだろう、優子なんだろうね。なんかそんな感じかな。そんな感じ。そんなに通ってるのに。そうなんですね。奈良に行くことありますか？ハクの皆さんは。ライブ？奈良もライブ行ったことなくて、そうなんです。初奈良です。初奈良で。じゃあ奈良の皆さんも楽しみにしてると思いますけど。
はい。なのにエイジファクトリーっていう息のいいバンドがいますから、ハクめっちゃいいから絶対来いよって言ってやりますよね。見に来いって言って。もう一つ行きましょう。ラジオネームおつまるさん、ゲンさん、ハクの皆さん、こんばんは。ガールズバンドでしか得られない魅力ってやっぱりありますよね。ガールズバンドシーンに対して思うこと、こうなってほしいことなどあれば教えてくださいと。ガールズバンド、ガールズバンドっていうくくりでもはやもうハク見てないんですけど、なんかやっぱ僕が思うハクのかっこよさって皆さん普段会うとね、普通の可愛らしい女の子たちじゃないですか。それがやっぱステージに立つとめちゃくちゃやっぱロックスターの空気が出まくってる感じ。なんかそういうのが楽器を持ってステージに立つと目つきが変わる感じというかね。なんかガールズバンドに限らずですけど、そういうかっこよさに特にガールズたちが憧れてほしいなと思うんですけど、なんかありますか？ガールズバンドシーンなんてそもそもあんのかな？なんか、まず、女の子、4人のガールズバンドが、私たちあんまりいないよねっていう話はしてたんですけど、まあでもスキャンダルさんとかはよく、そう、みんなで出てきてたんですけど、だから、なんかそういうので、ちょっと珍しいのかなみたいな話はしてて、でもさっきも言ってたように、女の子だからっていうのにとらわれずに、なんか楽曲の雰囲気を自分たちに落とし込むというか、そうだよね。そういうことをよく話してますね。そうですね。トリコとか、実質ガールズバンドかな、みたいな。トリコもやっぱ、木田さんのギターのフレーズとかね、死ぬほどかっこいいですからね。素晴らしい。別にそれがガールズバンドだからとかそういう話じゃないんですけど、音ボケビーバーも一応4人編成ですね。本当だ。本当やね。いっぱいいます。ね音ボケビーバーに関しては今もうガイタレサポート総ダメしてますからね。いや、すごい。そうですよね。ねもすごかったね。すごいよな。もう一つ行きましょう。ラジオネームなでがたジャパン。ゲンさん、ハクの皆さん、こんばんは。先日フェスに行く予定の日に歯医者の予約を入れてしまい、ダブルブッキングとなるミスをしてしまいました。すぐに歯医者の予約をずらし、事なきを得たのですが、ライブの日に別の予定を入れてしまった自分にショックを受けました。皆さんは最近うっかりやらかしてしまったことはありましたかと。どうですか？やらかしたこと、なんやろ。でも結構うっかり、忘れ物うっかりあります。ご飯食べててお店で、でそのままスマホを忘れてしまいそうになって、それでメンバーが気づいて持ってきてくれるんですけど、それをわざと隠して「はいじゃあスマホは?」みたいな。なるほどね。スマホはみたいな。よくやっちゃうよね。そう。なるほど。優しさと遊び心と。なるほど、なるほど。愛さんはそういうところがあるということで。はい、そうですね。僕もそんな感じですね。すぐ物を忘れますし、すぐ物をなくしますし。ひどいのがさ、曜日感覚もよくなくなるんですけど、日付丸ごと間違えてる時ありますね。それはすごい。今日が明日かみたいな。あとなんか車で来てることを忘れてそのまま帰っちゃったりとか。確かにあるかも、前それ。昔とか自転車パクられてると思ったら自転車でそもそも来てなかったとか。めっちゃ同じだ。すご。ありますね。僕、それこそ先ほど名前が上がってエイジファクトリー。ボーカルのエスケすごい仲良しなんですけど、松屋を買ってその松屋の袋を持ってるのに、ラーメン屋に並んでたって言ってましたからね。すごい。お腹いっぱいになっちゃう。食券買うときに気づいたと。あ、せやとかね。では、ここで一曲、こちらは、どちらが選曲していただいたんでしょうか？ドラムのマヤが選曲しました。じゃあ、曲紹介お願いします。はい。それでは聴きください。君島大空で焼死。お届けしたのは君島大空で焼死でした。やばい。かっこいい。なんてかっこいい。展開もだし、歪んだギター、やばいですね。これを混ぜるってどういう神経してるんですか、君島君。本当にすごい。すごいな。ドラムが石若俊さんが叩いてあって、もう大好きなので。そうだよね。ミックスもさ、普通はこのぶっ込み方しないじゃん。確かに。あれ長谷川博さんとかにも思うんだけど、本当に音楽ってまだまだ更新されてるんだなと思います。フォーリミテスサービスがお届けしている月曜キングスプレイズ、ここで一旦お知らせです。では愛さん、
CM 前にまだ世の中に知られていない白のメンバーもしくはご自身の秘密を一つ発表してください。ドラムの眉の寝相がめっちゃ大変。なるほど。The King's Place。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス。今夜ベースボーカルのゲンとゲストはこの方々。白のギターボーカル愛とドラムの前がお届けしています。はい。白丸が来てくれております。この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー。ゲンの部屋。今夜のゲスト、白のお二人にいろいろ質問をしていきたいと思います。はい。白の皆さんは今23歳。はい。はい。そもそもお二人はどういったきっかけで音楽にのめり込んでいったんでしょうか？私は、はい、中学生の時に吹奏楽部だったんですけど、そこの顧問の先生がすごい熱心な先生で、なるほど。なんか音に対しての意味をすごい教えてくれた人。素晴らしい先生ですね。そうなんですよ。ただ記号になぞって鳴らすんだよとかじゃなくて、確かに想像をかき立たせてくれるというか、確かにきっとこういう場面だよねみたいな。なるほど。意味を持たせてくれる先生で、そこからなんか吹奏楽の曲も好きになったし、みんなで音楽をこう合わせる流れを作っていくって楽しいなって思い始めましたね。はい、みんなで重なってってグルーヴがこう出てくことの喜びを楽しみに見つけたということで。ちなみに愛さんはその吹奏楽で何を担当されてたんですか？パーカッションって言って打楽器なんですけど。パーカッションなんだ。はい、そうです。面白いですね。はい。そしてまゆさんは？私は3歳の頃から10年間ぐらいエレクトーンをやっていまして、で、高校上がるタイミングで辞めたんですけど、結局やっぱ音楽やりたいなってなって、ドラムにちょっと始めてみようかなと思って、だんだん好きになっていきました。なるほど。そもそもやっぱ2人とも一番最初に始めた楽器と今プレイしてる楽器が違うっていうのも面白いですよね。他のパートのことの兼ね合いもなんか意識してやってるんだろうなと思うとすごい面白いですが、今はバンドっていうスタイルでやってるじゃないですか。はい、バンドもので一番なんか最初にハマったアーティストとかいますか？バンドものは、もう私はサカナクションに衝撃を受けて、鳴ってる音もなんですけど、やっぱり言葉選びとかに最初言葉のはめ方とかに衝撃を受けましたね。まゆさんはなんかいますか？バンド一番最初バンドこれハマったなみたいな。私はフォーリミです。本当に？はい。俺言わされてないですか？いやもう大好きですよ。本当にありがとう。そうやって言っていただいて、こんなかっこいいバンドにこんなこと言ってもらえるのめちゃくちゃ嬉しいですね。そして2019年に白を結成。皆さんはどうやって出会ったんでしょうか？もともとドラムのまゆと私が同じ高校で、そうなんで、また違う高校で、ベースのカノとギターのナズナがまた一緒だったんですよ。二人が一緒で。それぞれ二人はバンドをやってたのかな？そうですね。軽音楽部で別々のバンドやってたんですけど、で、高校生限定サークルって言って、専門学校がやってるサークルがあったんですけど、そこにたまたま4人がこう、集まった。そう、集まるようになって、で、そこの先生に、まあなんかパートも分かれてるし、一回組んじゃえばみたいな感じで、まあ、組まされたというか、組んでもらって、そうだね。そうです。でも最初からなんかこう、糸引いてくれてる先生がいますね。そうさっきから。恩師がいますね。恩師がいます。なるほど。まあ今のピースが全部揃ったと。高校生の段階でじゃあもう揃ってたんですね。そうですね。2019年に白は高校生ってこと？そうです。なんてこった高校生でしたね。あ、そうなんですね。愛さんはその時からもう歌は歌ってたんですよね。そうですね。一人で弾き語りもやってたんだ。してたんですけど、全然なんかライブハウスに出るとかまだしてなくて。もともと歌を歌うのは好きだったんですか？はい。そう。私のはとこ、なんかお姉ちゃんみたいな人がいて、が結構合唱部合唱部とかでよく歌を教えてくれてたので、なんかそういうので好きだったなって思います。そう思うとなんかなかなかこういい感じにアカデミックな文脈からやっぱ白ってね、誕生してたんだなと思いますが。で、このまあバンドを組んだ時に、なんかみんなで共通でこういう音楽をやりたいよねとか、なんかこういうバンドになりたいよねみたいな、なんかそういう共通言語みたいなのって一個あったんですか？その時は、本当にみんなが好きな音楽がバラバラで、
なんかどんなバンドになっていくっていうのもすごい大きなハテナだったんですけど、まあ組んでからは羊文学はい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 。がなんか共通でいいねっていうふうに。そっか、もうこの時には羊文学全然活動してるし活躍もしてるもんね。ですね。じゃあそのハクが持ってそのなんかこうシューゲイズっぽいそのギターの音像は羊文学とかから受け継がれてるとこ多いのかな。なんかやっぱギターロックっていうよりはやっぱりエモとかシューゲイズとかオルタナティブをすごく感じるので、俺らの世代で言うと同い年でキノコ帝国がいるんだけど、なんだろうね、今の若い子にとって俺たちのキノコ帝国はきっと羊文学が担ってんだろうなっていう感覚がすごいありますね。はい、ハクは曲作りはどういった風に進めていくんでしょうか？曲は私が作詞作曲をしていまして、でその作ったデモをメンバーに投げて、あとは今プロデューサーさんの川野圭さんという方がいるんですけど、その川野さんにも投げて、で最終的にみんなで編曲していくっていう形になります。なるほど、そうか。川野さんはねビーバーとかでもねアレンジ、っていうかライブでも鍵盤弾いたりもしまして、今大活躍の方ですけど、その曲作り自体はこういうことを歌いたいなとか、テーマがあるのか、それともギターを弾いててこのフレーズから、歌をなんとなく乗せていって作っていくのか、どういう風に作っていくんでしょうか？本当にいろいろなんですけど、でも何かやっぱ感情がすごい動いた時に曲を作ることが多くて、どっちもですね、良くも悪くも動いた時に、なるほど、強い悲しみだったり、喜び、怒りとかでも何か感じる瞬間があったら、それを音として、そうですね、ギター、まずギターとりあえず持ってなんですけど、なるほど。じゃあなんか強い衝撃を受けた、なんだろうな、感情があると、まずそれをギターにぶつけて。そうですね、ギター持ってみるんですけど、全然うまくいかない時の方が多いです。なんか全然違うみたいな。いやでもすごいロック的な咀嚼の仕方というか消化の仕方して、メロをつけて、最終歌詞をつけるのかな？最近は最終歌詞が多いんですけど、そのデモで仮歌みたいな入れる時に、別に日本語じゃなくてもなんかそうだよね、そう言葉を入れてみて、で決まることが多いです。なるほど、歌詞はどういう風に作っていくんでしょうか？歌詞は、何しながら思いつくことが多いですか？こう机に向き合うのか、僕の場合結構ブツ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 ずっと歩きながら深夜に考えたりするんですけど、よくやっぱ歌入れするときに、本当に適当に歌った、言葉のメロ、なんていうんだろう、この。日本語時代に音階がついてたりするので、リズムがあったり。その感じにハマったものは使って、なるほど。で、それ以外はもうずっと、移動中とかによく考えるかもしれない。なるほどね。なんか無の時間にすごい考えます。今更なんですけど、ハク、今無で思い出したんですけど、ハクってなんでハクっていうバンド名なんですか？最初はジャンルが決まってなかったので、なるほど、何色にも染まらない色、白で白になりましたね。なるほど、白で、そういうことか。はい。ジブリは関係ないんですか？じゃあ。関係ない。関係ないですね。そっか。白、丸をつけたのはどういう意図だったんでしょう？はみんなサークルで組んだバンドなので、そのサークルの意味を込めて丸。サークルってことなんですか？そうですそうです。丸が。面白いですね。2025年9月の10日にはメジャーデビュー配信シングル「それしか言えない」をリリース。メジャーデビューしてどうですか？こうバンドとして楽曲制作だったりライブもなんかこう変化はありますか？ですね、やっぱり関わってくださる方の人数、そうだよね、すっごい増えました。そうだよね。私たちのやれることがすごい増えた。スピード感もめっちゃ速くね、進んでいって。表現としてのね幅もどんどん今後広がっていくと思いますし、演出とかね、曲自体も含めてどんな何色になるかもわかんないんですけど、今後はどういった活動を見せてどうなっていきたいんでしょうか？本当に、いろんな曲調が白はあるかなって思うんですけど、今作ってる曲もまた新しいやりたいことばっかやってて、その曲を背負っていろんな感情をこうみんなに見せていけたらいいなって思ってます。
なるほど。ということで、この弦の部屋ではですね、ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲していただいております。これは愛さんが選んでくれたのかな？はい。はい。愛さんが選んでくれた曲は何でしょう？まず選曲から聞いていいですか？はい。サカナクションさんのネプトゥーヌスという曲です。先ほども名前が上がりましたけど、やっぱその、なんでしょう、先生がおっしゃってたなんだっけ、音は。あるだけじゃなくて、音の意味というか、ただそこになってるだけじゃなくて、その込めた、ね、意味というか、意志というか、そういうのも、サカナクションからじゃあ感じたのかな？すごく感じましたし、まあ言葉選びも好きだし、なんか山口二郎さんのインスタライブを見たときに、なんか自分で楽曲のなんか説明というか、ここにこだわったんだよっていうの、そんなことをアーティストさんが言うんだみたいな、まあ直接教えてくれる。みんな言うて結局オタクですからね。同じオタクに気づいてほしい部分はあるんですよね。ここがこうなってこうなんだよみたいなね。それを見たときに先生をまた思い出して、なんかリンクしたものがあって好きになりました。はい、ではその楽曲聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。はい、それではお聴きください。サカナクションでネプトゥーヌス。お届けしたのはサカナクションでネプティネスでした。これはでもなんかこう眠りにつく瞬間の寝落ちを歌ってんのかな？すいません、ちょっと分かってないんですけど。でも私もなんかやっぱ白を組んだ当時にすごいなんかどうやって進んでいこうかなって悩んだ時に、サビの痛いのはまだ慣れてないからかなっていうのでガッときて、この痛さって何回も来るんだみたいな。なるほどなるほど。そういうのにちょっと驚かされて深夜聞きました。ビッときたんですね。刺さって未だに抜けてないということですね。そこのフレーズが。ではリスナーさんから届いているメッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム買い物お手の物モノポリー。源さん、白の皆さん、こんばんは。私は白と聞くと、千と千尋の神隠しの白が真っ先に思い浮かぶのですが、皆さんが一番好きなジブリ作品は何ですか？一番は難しいかもしれませんけど。でも、みんな、今20代前半の世代じゃないですか。はい。ジブリの作品ってやっぱみんな触れてるんですか？はい。結大好き。構ね。やっぱそういう、触れてます。やっぱそういうもんなんですね。はい。何ですか一番、あえて言うならば。私は天空の城ラピュタ。ラピュタが好きです。もう楽曲がね、まずやばいよね。そうですね。その楽曲聴いて、場面を想像するのも好きなんですけど、やっぱり、なんかこう年齢をこう重ねてくるというか、取ってくると、なんか物語、ちょっと難しい物語も分かってくるので、何回も見たくなるのがメッセージ性というか。はい。はい。まえさんはどうですか？王道ですけど、やっぱ千と千尋の神隠しが大好きですね。見た後、心に穴開いた感じがあって、なんかずっと後浸ってますね、見た後は。僕先日あれ行きましたよ、久石譲さんのライブ。いいなジブリライブ素晴らしかったですね。なんかやっぱ子供の頃からジブリの楽曲を聴いて、なんとなく物寂しさというか、ノスタルジーを感じてたんですよ。俺その正体ってなんだろうと思ってこの間ライブ見てた時思ったんですけど、なんかちょっと怖いじゃん。ランランララランランラも、タンタンタタタンタンタンも、千と千尋のね、冒頭のさ、移動する時もちょっと切ないし怖いんだけど、ギリ好奇心が勝つ音楽だけど、なんか、この先行くの怖いけど、でも子供心的になんか行きたいみたいなところを鳴らしてる気がして、すごい。俺的になんかノスタルジーってそういうことなのかなってね。思いましたね。すごい解釈。すごい。思わず触れたくなる感じね。ジブリってこんだけ音で見てたんだなっていうのはね。確かに。思いましたね。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、ハクの皆さん、こんばんは。ヒューマンツアー奈良の振り替え公演、めちゃんこ楽しみにしています。先日、ハンプバックのイベントにフォーリミがお呼ばれしていた時に、全員がお母さんになってもバンドを続けていくのってすごく大変やろうなと思ったのですが、白の皆さんはまだお若いですけど、ガールズバンドならきっといつか考えなきゃいけない時期が来る課題ですが、皆さんはハンプバックのようにお母さんになってもバンドを続けたいと思いますかと。すごい。
ねね、すごい、まだまだね、考えれないと思いますけど、まあそもそもバンドをずっと続けたいのかとかね。でも、本当に最近やっぱ4人でいることがすっごく増えたんですけど、やっぱ今はすごくまだまだずっと楽しい気持ちでやっていまして、まあ真面目な話もするんですけど、そういう時間が増えても、やっぱ楽しいが勝ってるから、このままやっぱ信じてやっていきたいなっていうのもみんなで言いましたね。そうですね。素敵な話し合いが。お母さんになってバンドやってたらやっぱかっこいいよな。かっこいいよね。やりたいな。やっててほしいですね。ずっと鳴らしててほしいですけど。まあ今はね、楽しいがすごく多いっておっしゃってましたけど、まあもちろんやっぱこう何かを作ったり、まあこれだけ関わる人も増えてくると、まあ苦しみというかね、辛いことももちろんあると思うんですよ。だからそれをこう、なんだろうな、それをずっと続けなきゃいけないってなるのも辛いじゃないですか。何も苦しみを伴わずに産んでる人はいないと思うので、だからそこのバランス感がね、みんなこう、ハクのメンバー同士で、なんかずっと楽しくやれてたら僕はそれがすごい素敵だなと思いますし。本当になんかみんながこう、タイミングでこう落ちていくときに、こうみんなが釣り上げるみたいな。チームワークで。まだできていまけれども。そうですね。で、やっぱこう、ダーンって落ちちゃうこともやっぱありますか？ありましたね。全然、最近はあったかあったかなでもあったけど、そんなにズンと落ちずに、なるほど。そう。なんか、ここで落ちるのって、ハクにとって良くないよな、みたいな。なるほど、なるほど。まあ、ハクという船があるからこそ、いろいろ超えられてることもいっぱいあるってことなんですね。今後ともハクの活躍を楽しみにしております。俺がハクが好きなのは、昔ね、多分知らないと思うんだけど、フーバーオーバーっていうバンドがいたんですよ。女性ボーカルのバンドがいて、そのバンドはもうちょっとポップで、ハックみたいにエモとかシューゲーズの良さないんだけど、そのバンドのポップセンスにね、すごい似てる感じがして、めっちゃ好きなバンドだから俺。そう。フーバーオーバーもね、ぜひ聴いていただきたいですし、ハックはね、今後、どんどんいろんなことやっていいのでね、どんな風に進化しているか、一ファンとしても楽しみにしております。はい。では本日ラストの一曲です。フォーリミテッドサズビーズで、フォグ。キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜は、ベストボーカルのゲンとハクから愛さんマイさんのお二人でお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。その最初にね、吹奏楽の先生が音に意味を意識しろみたいなところって、すごい大切なことをすごい最初に教えてもらったんだなと。すごいタイミングで。ね、音楽で言うとまあその言葉もそうですけど、ね、意味のないものだとただの記号のね、交換でしかないんですけど、そこにちゃんとこう込めるっていう意志がやっぱハクをハクたらしめてるんだなと思いました。ハクからお知らせはありますか？はい、ハクは2月に地方4カ所の対バンツアーがあります。そして3月も東名阪のクアトロワンマンツアーですね。初めてのクアトロワンマンなので、ドキドキしているんですけれども、皆さんも来ていただいたらとても嬉しいです。お願いします。お願いします。はい。ということで、JV キングスプレイス、ここまでのお相手は、フォーリミテッドサズビーズベースボーカルのゲンと、ハクのギターボーカル愛と、ドラムの前でした。バイバーイ。バイバーイ。